一般人のみならず、歌手や俳優、スポーツ選手にもアーミーを公言している人はたくさんいます。今回は、そんな著名人アーミーに注目。BTS のメンバーと対面することができた、いわゆる成功したオタクを9名ご紹介します。ぜひご覧ください。リゾ。アメリカの人気シンガーリゾは、かねてより BTS の大ファンです。過去には、ジミンとテテのことを表す言葉、VMIN とデザインされたチューブトップを着用し、バターのカバーを披露したことも。このことからわかるように、リゾが特に推しているのはクオズの2人です。ジミンとテテの関係性が好きなのだとか。そして、リゾの姉であり、作詞家のバネッサ・ジェファーソンもアーミーとして有名です。姉妹揃って、ガチアーミーの2人が J-HOPE、ジミン、テテ、ジョングクと会ったのは2021年11月のこと。対面した場所はアメリカ・ロサンゼルスで開催されたハリー・スタイルズのライブ会場です。BTS のメンバーとリゾ姉妹は偶然にも隣同士でライブを鑑賞。観客席で推しとばったり会うだなんて羨ましい限りです。また、姉のバネッサがインスタにアップしたテテとリゾがハグする動画も話題に。BTS に遭遇するだけでも羨ましいのに、推しとハグまでしたリゾは、まさに成功したオタクそのものです。さらに、リゾはメンバーと連絡先の交換までしていました。交換した相手は J-HOPE です。後日、BTS が2021アメリカンミュージックアワードに出演した際、アメリカの情報番組エンターテイメントトゥナイトのインタビュアーに対し、J-HOPE がリゾと連絡先を交換したことを明かしました。推しと偶然会い、ハグをし、連絡先の交換をしたリゾは、アーミー史上、最も成功したオタクと言っても過言ではありませんね。エマ・ストーン。映画、ララランドやクルエラ、アメイジング・スパイダーマンなど、数々の名作に出演している人気女優エマ・ストーンもガチアーミーです。彼女は、もともと K-POP 好きを公言しており、2015年に出演した番組では、21の楽曲 I Am The Best が特に好きと話していました。BTS とエマ・ストーンは、2019年4月に放送されたアメリカのバラエティ番組サタデーナイトライブで共演を果たします。大好きな BTS と会えたことは、彼女にとってびっくりするような素晴らしい体験だったそう。後に、エマ・ストーンが韓国のウェブバラエティジェッシのショータビューに出演した際、SNL で BTS と共演したことを振り返り、私が生で見た唯一の K-POP グループが BTS です。彼らを見たことは本当に衝撃的な体験でしたと語っていました。2019年8月に BTS の公式 YouTube チャンネルが公開した動画には、エマ・ストーンが7人の楽屋を訪れるシーンが収められています。メンバーたちと言葉を交わし、握手をして、直接アルバムをプレゼントされた彼女は、間違いなく成功したオタクです。エマ・ストーンの訪問を満面の笑みで迎えるメンバーたちの嬉しそうなリアクションも必見ですよ。大坂なおみ。過去のプレイリストに BTS の楽曲 Go が入っていたり、メンバーたちのツイートにたびたびいいねをしたりと、大坂なおみ選手も以前から BTS のファンということが知られています。2019年5月、彼女は試合後の会見で自身がアーミーであることを明かしました。BTS の存在を知った当初はそこまで興味を持たなかったけれど、I Need You がリリースされた頃からだんだんファンになっていったそうですよ。そんなガチアーミーの大坂なおみ選手が直接顔を合わせた BTS のメンバーはSUGAです。2022年9月、埼玉スーパーアリーナで開催された NBA ジャパンゲームズ2022
で対面しました。この時、彼女は、シュガに、オータム・リーブスは素晴らしい曲と伝えたそうです。理由はわからないけれど、もし、どこかでばったり会ったら、このことを伝えようと決めていたのだとか。オータム・リーブスは、シュガがプロデュースした楽曲です。推しに会えた時、曲に対する思いを本人に伝えるのはとても素敵なことだと思います。自身がプロデュースした楽曲を褒められて、きっとシュガも嬉しかったでしょうね。ヒョンジン、ストレイ、キッズ。ストレイ、キッズのヒョンジンはジミンペンのアーミーです。ジミンのほか、シャイニーのテミンも尊敬している好きな先輩なのだそう。韓国の雑誌シングルスのインタビュー2020年9月号で最近関心を持って見ている YouTube チャンネルについて聞かれた際、ヒョンジンはこのように語っていました。テミン先輩とジミン先輩の映像を本当に擦り切れるほどたくさん見ました。刺激になるし、自分の気持ちを引き締めるきっかけにもなったとのこと。テミンやジミンのパフォーマンスを見て、ダンススキルをどんどん高めていっているのですね。BTS とストレイ、キッズは同じ K-POP アーティストなので、音楽番組や授賞式などで顔を合わせることはしばしばあります。いくつかある対面シーンの中からこちらをご紹介。以前、韓国の音楽番組、ショー K-POP の中心で MC を務めていたヒョンジン。2019年4月に放送された回に、嬉しさと緊張が入り混じったような表情で、BTS のメンバーを迎えるヒョンジンの姿が収められていました。数日後、ヒョンジンはブライブを配信。音楽中心で BTS と対面した時の感想を明かしました。防弾少年団先輩たちが本当にすぐ近くにいて緊張しましたと話し、続けてリハーサルをする前にシュガ先輩から靴ひもほどけてますよって言われて頭が真っ白になりましたと告白。緊張によって思考が停止したヒョンジンはただただありがとうございますとしか言えなかったそうです。先輩との対面にドキドキしている可愛らしいエピソードに心が和みますね。セジュン、ビクトン。ビクトンのセジュンも BTS の熱烈なファンです。特に好きなメンバーはジミンで、本当に尊敬している先輩と公言しています。セジュンはジミンのようになることを目標にしていて、練習生時代からジミンの映像をたくさん見て、たくさん練習してきたそうです。スランプに陥った時もジミンを見ているとパワーが湧いてくるのだとか。時には個人的にチケットを購入して BTS のコンサートを見に行くことも、ジミンからいろいろなことを学ぼうとする勉強熱心なアーミーです。セジュンのファンは彼がジミンペンと知っているため、サイン会などでは頻繁にジミングッズがプレゼントされていました。自身の推しであるジミンのグッズを受け取り、セジュン本人もニコニコ笑顔です。ガチアーミーのセジュンが憧れのジミンと対面し、写真を撮ることができたのは2017年9月のこと。M カウントダウンの舞台裏で、BTS とビクトンのメンバー全員で集合写真を撮ったようです。セジュンの肩にはジミンの手が置かれています。これはアーミーとして相当嬉しかったでしょうね。後日、ビクトンの公式 YouTube チャンネルが公開したビハインド映像に、この時の感想を興奮気味に話すセジュンの姿が収められていました。写真を撮った後、楽屋に戻ってきたセジュンは、うわぁ、もう僕は死んでもいいです。ついにジミン先輩と写真を。ファンの皆さん、セジュンが成功しました。と発言。まさにアーミーらしいコメントです。ジミンのことが大好きという気持ちが伝わってきますね。4分、ザ・ボーイズ。ザ・ボーイズの4分は、テテペンのアーミーです。ホルモン戦争の MV を見て、テテを好きになったのだそう。ロールモデルに、テテの名前を挙げたり、
携帯の待ち受け画面とロック画面の両方にテテの写真を設定したりと、かなり本気のアーミーっぷり。2018年12月、ザ・ボーイズの公式ツイッターが投稿した BTS とザ・ボーイズの集合写真は、2018メロンミュージックアワードの舞台裏で撮影されたものです。4分は、テテの隣をバッチリキープ。肩を組まれて嬉しそうですね。そんなガチアーミーの4分とテテに関する有名なエピソードがこちら。2018年のクリスマスに投稿された写真に、BT シビルのテテのキャラクター、タタのぬいぐるみを持った4分の姿が収められています。このぬいぐるみは、テテからもらった大切な宝物なので、4分はいつでも、どこでもタタを持ち歩いているそうです。片時も離れたくないという気持ちがひしひしと伝わってきますね。大好きなテテと対面を果たし、プレゼントまでもらった4分は、紛れもない成功したオタクです。2020年2月に放送されたミュージックバンクでは、エンディングの時、テテにお辞儀をする4分の姿がありました。それに気づいたテテは、笑顔でお辞儀を返します。このやりとりに4分は大喜び。リアクションがアーミーそのもので見ていて微笑ましいです。改めてテテと会釈し合った映像を見返した際、4分は再び満面の笑みを浮かべていました。テテとのやりとりに興奮している4分が可愛いですね。スビン、ボムギュ、テヒョン、TXT。BTS の弟分である Tomorrow by Together のスビン、ボムギュ、テヒョンも熱烈なアーミーです。スビンはジンペン、ボムギュはテテペン、テヒョンはジョングクペンを公言しています。そもそも、憧れの人と同じ事務所に入れた時点で成功したオタクですよね。2020年2月に、HYBEの公式 YouTube チャンネルが公開した動画に、事務所の先輩イヒョンが、ジンとジミン、そしてスビンにインタビューする場面がありました。イヒョンから、一番好きな先輩は誰ですかと、少々答えづらい質問を投げかけられたスビン。困惑しているスビンに対し、イヒョンやジンが、大丈夫だよ、誰も怒ったりしないよ。口を手で隠して、口パクでカメラに向かっていって、と声をかけます。それを受け、スビンは、素直に、口パクでジン先輩と返答。イヒョンが、本当に言ったよ、とからかうと、スビンは、慌てて、いやいや、全員って答えましたと、可愛らしい嘘をついていました。これまで、スビンは、たびたび、ジン好きを公言していますが、他の先輩たちの前でも、ジンへのラブアピールが止まらないスビンが可愛いです。スビンのジンペンっぷりはまだ続き、それぞれユニットを作るとしたらという質問には、ジンに向かって、練習生になる前から先輩の大ファンだったので、映像もたくさん見ています。ジン先輩のラップにハマったので、2人で一緒にラップラインをとアピール。何か新しいことをするとしたら、やっぱり大好きなジンと一緒に挑戦したいのでしょうね。アピールしながらさりげなく握手するところも可愛くてたまりません。次は、テテとボムゲのエピソードをご紹介。2020年8月、BTS の公式 YouTube チャンネルが公開した2019 SBS 歌謡大祭典のビハインド映像に、振り付けを失敗して落ち込むボムギを優しくハグするテテの姿が収められていました。2019 SBS 歌謡大祭典で BTS の楽曲 Born in Love をカバーした TXT はパフォーマンス終了後、先輩たちに挨拶するために BTS の楽屋を訪問。いろいろと言葉が交わされる中、テテはボムギに向かっておいでボムギやよくやったよ。落ち込まないでと言ってハグし、その後もよくやった。よくやった。落ち込まなくていいよと優しく声をかけていました。ヒョン感たっぷりのテテにキュンとしますね。
心温まるほっこりエピソードで終わるかと思いきや、実はこのエピソードには公開されなかったシーンがあるそうです。2021年9月に配信されたブライブで、ポムギュの口から語られました。ボーインラブをカバーするにあたり、ポムギュは事前にテテからアドバイスをもらっていたと話します。その分、本番でのミスはとても悔しく、パフォーマンス終了後に自分たちの楽屋で泣いたことを明かしました。一旦泣き止んだ後、TXT は BTS の楽屋を訪問。BTS の公式 YouTube チャンネルが公開したビハインド映像には映っていませんでしたが、実はこの時、テテはポムギュに叱るドッキリを仕掛けていたそうです。テテからなんでうまくできないのか、なんで間違えたのかなどと言われたポムギュは、怖いというよりも申し訳ない気持ちになり、その場で泣いてしまったのだとか。テテはポムギュのまさかのリアクションに大慌て。ごめんね、よくやったよ、とすぐに謝り、ハグしながら、ポムギュのことを慰め続けたそうです。叱るドッキリを仕掛けたはずが、逆に、他のメンバーから何してるんだよ。キムテヒョン。なんでポムギュを泣かせるんだよ。と自分が怒られることに。ドッキリ大失敗です。きっと、テテは、純粋に後輩を楽しませようとしただけだと思うので、これに懲りず、次はみんなを笑顔にさせるようなドッキリを仕掛けてみてほしいですね。最後に、ジョングクとテヒョンのエピソードをお伝えします。2019年6月、Mnet の公式 YouTube チャンネルが公開した映像に、テヒョンがジョングクペンだということをジョングク本人にばらされてしまうシーンがありました。BTS と TXT が集まった際、RM がみんなの前でテヒョンのトークプロフィールストーリーにジョングクの写真が10枚くらい載っていたと発言。突然の暴露にテヒョンはもちろんのこと、ジョングクも恥ずかしそうに笑っています。RM が畳みかけるように、お前のことがすごく好きみたいだよ、と言うと、ジョングクは照れ笑いを浮かべながら、本当ですか？ありがとうございますと、テヒョンに感謝の気持ちを伝えていました。この日の M カウントダウンのアンコールステージでは、ジョングクとテヒョンがハグする場面も、テヒョンの嬉しそうな笑顔を見ていると、こちらまで頬が緩みます。好きという気持ちを受け止めてもらい、推しとハグまでしたテヒョンは、正真正銘の成功したオタクです。まとめ。今回は BTS と会ったことのある成功したオタクとして、リゾ、エマストーン、大坂なおみ選手、ストレイ、キッズのヒョンジン、ビクトンのセジュン、ザ・ボーイズのヨンフン、トゥモローバイトギャザーのスビンとボムギュ、そしてテヒョンをご紹介しました。全員、BTS のメンバーと対面した時の反応がリアルにアーミーなので親しみを感じますね。次は誰が成功したオタクになるのか楽しみです。